こんにちは、タロタロです。今回は闘技ラージャン立ちトロの解説をしたいと思います。4月の頭に一度解説動画を上げたんですが、その後に走り直して改めて分かったことや考えが変わった部分があったので、今回は最終版として動画を撮ろうと思っています。一応1分台で討伐するまでやり込みましたが、1分台を出すためには多少ハイリスクハイリターンな行動を取る必要もあって、若干立ち回りを崩すこともありました。なので1分台を出すための限定的なチャートというよりも、再現性が高くより多くの人の参考になるであろう個別モーションの解説を改めてしようと思います。この考え方を軸に走って、最終的に自分は2分10秒台くらいが安定して出せるようになったので、少しでも何かの参考になれば幸いです。それでは見ていきましょう。まずは開幕の動きについてです。開幕はまず回避から ZLA で飛び出してからさらに回避、そして再度 ZLA から回避してラージャンの右側に着地して振り向かせて居合を間に合わせています。この初動で空中回避を含めて3回回避をすることで歌方の前を発動させ、支柱に勝つによって攻撃力アップを図っています。このやり方だと一度も右スティックを使う必要がなく、ここの空中回避だけで横軸を合わせられるため、個人的にはスピードと安定性を兼ね備えた初動だと思っています。ここからは攻撃モーションを紹介します。一つ目は飛び上がって雷の玉を吐いてくる攻撃です。この攻撃はラージャンが黒い状態の時はこのような短いバックステップの後に確定でやってきます。そして通常時はこの後確定で威嚇するので攻撃チャンスになります。特に赤ゲージの時は兜割りを打ち込むチャンスなので、居合や見切りなどで攻撃をかわして兜割りを狙います。しかし毛の色が金色の時はその後の硬直がなくなっているので、兜割りは我慢して次の攻撃を待ち構えるようにしています。居合はラージャンが画面外に行った直後くらいを狙っています。ただし攻撃の出はかなり速いので、素早いジャンプを見て体が反応するまで慣れるのが大事だと思います。次はビームです。通常時はロングバックステップの後に必ずやってきます。基本的には近づいて見切りでゲージを回収するようにしています。見切りをした後の大回転切りは少し遅らせることで頭に安定して当てることができます。ロングバックステップの時に赤ゲージが溜まっていたら兜割りのチャンスです。腕を蹴って斜め後ろを狙うと頭に当たりやすいです。少し難しいですが、壁を背中にするように立ち位置を調整すれば、このように居合も間に合ってそのまま兜につなげることができます。怒り中はこのくらいの距離だとその場でビームをしてくることが多いです。居合兜と合わせられたらかなりのダメージソースになります。次は2連すくい上げです。2回連続で腕を使った攻撃をしてきます。片腕を大きく上げるのが特徴的で、1回目の腕はかなり広い攻撃判定があります。今の居合も取れちゃいます。一方で2撃目はそんなに判定が広くないです。当たらないなと思ったら居合抜刀で解除するのがおすすめです。1撃目の腕側に立ってる場合や正面に立ってる場合に居合を狙えます。そして通常時は腕を振るってる側と逆側から兜をすることでそこそこ安定して兜割りを狙うことができます。居合を間に合わせるのはシビアですが、少なくともその後の見切りは安定します。ただし怒り時は間に合わないこともないんですが、次の攻撃次第で反撃を食らってしまうので自分は欲張らないようにしています。次は3連パンチです。怒り状態の時限定でやってきます。少し立ち上がって腕を2発地面に振り下ろすのが予備動作になっていて、基本的には3発目を狙って居合を合わせます。距離が近い時は早めに居合をすることで腕を下げて胴体に当てることができます。ただしこの行動は次に紹介するのしかかりの後に必ずやってくるので、立ち位置を調整することで居合の当たる位置をある程度コントロールできます。次にのしかかりを説明するときにそれも合わせて説明したいと思います。次はのしかかり攻撃です。上体を高く上げてのしかかってきます。立ち上がってからのしかかってくるまでそこそこ時間があるので、ラージャンがジャンプしたあたりで居合を狙うようにしています。少し早めに左方向を狙って居合をすることで弱点の頭を狙いやすくなります。V 破壊のタイミングが噛み合えば空中撃墜になったりします。この攻撃の後は通常時は2連すくい上げに派生します。なので赤ゲージが溜まっている時は先ほどと同じ要領で兜割りを狙うことができます。赤ゲージが溜まっていない場合でものしかかりへの居合から縦切りで近づいて、その後近づくように特殊ノートをしてから居合を拾うことができます。縦切りだと少し遠いなと判断した場合は
回避からの切り上げで近づいて特殊ノートからゲージを回収することもできます。またこれは上級テクニックになりますが、壁を利用することでのしかかりと2段すくい上げの1段目でゲージを2段階上げてから兜割りを狙うこともできます。狙うのは結構難しいですが、かなり速いペースでゲージを回収できてそのまま兜割りを狙えるため、特に最初の動きとしては狙いたいコンボです。次に怒り状態についてです。怒り中ののしかかりの後に相手の後ろ側にいたら必ず3連パンチに派生します。そして立ち位置がラージャンの右側にいる場合は右回りから3連パンチをしてきて、この場合は頭を狙いやすいです。そして逆にラージャンの左側に位置している場合は左回りから3連パンチをしてきて、この場合は尻尾が狙いやすいです。自分はのしかかりの居合の方向とその後の縦切りでの位置調整によってその都度頭を狙うか尻尾を狙うかを考えています。位置をつかむのがかなり難しいと思いますが、弱点の頭と尻尾に当てやすくいいダメージソースになります。次はちゃぶ台返しです。手を地面に突き出すのが分かりやすい予備動作です。一応周りの砂ぼこりを目印にできますが、自分は感覚で居合をすることが多いです。この後は縦切りからの特殊ノートが安定します。かなり早めの居合で弱点の頭や腕を狙うことができます。そして通常時はこの後に兜を欲張っても一応見切りは間に合います。タイムを縮めたい時は積極的に兜割りまで狙っていってもいいモーションだと思います。ただし怒りの時は次のモーション次第で反撃を食らうので、縦切りから特殊ノートで無難に済ませてます。ただもし後ろに位置している時は怒り中であっても積極的に兜が狙えます。また投機効果の時は逆に少し遅らせることで尻尾に居合を当てることも可能です。次は横回転攻撃です。この攻撃はどの形態の時にもやってきます。特徴的な腕を広げて立ち上がるモーションを頼りに居合を合わせます。この攻撃は非常にためが長いです。落ち着いてラージャンが回り始めた時を狙って居合を合わせてあげます。また怒り中は攻撃が少し早いので注意です。そして居合を頭に当てるためには少し慣れが必要です。距離と居合を構えている向きによってどっちの方向をどのくらいのタイミングで狙うかが変わります。例えばこのくらいの距離感で前を向いていた場合は早めの居合を左方向にやって頭を狙います。そしてこのくらいの距離感の時は2周目の左ら辺の頭を狙っています。そしてもし後ろを向いて特殊ノートをしている場合はかなり遅めの居合で右手前を狙うようにしています。全ての状況を説明するのは無理ですが、自分はやっていく中で回転している時の頭の位置が見えるようになってきました。回転中の頭の位置を意識して練習していると徐々に捉え方が分かってくると思うので練習あるのみだと思います。そしてこの攻撃は投機効果状態の時は攻撃後に後ろにいるとバックステップに派生します。自分は横回転をし終わった後の位置に応じてどの方向に特殊ノートをするかを考えています。例えばこのケースでは横回転した後の位置が少し近くなってしまいました。なのでここは正面方向を向いて特殊ノートをして少し距離を離すことでバックステップを拾えるように調整しています。逆にこのケースでは横回転の後少し離れてしまったので後ろを向いて特殊ノートをして近づいて居合を決めています。このように特殊ノートの位置調整をうまく使えると横回転の後のバックステップが拾いやすくなると思います。かなり短いスパンで居合を当てるチャンスなのでできるだけ狙っていきたい行動です。次はデンプシーです。左右の腕を交互に振って攻撃してきます。基本的には振ってくる腕に合わせて居合を狙っていきます。ただし距離によって何回目の腕で居合を取るかが変わるので少し難しいです。体感では最初に振り始めた腕、つまり奇数回目に振ってくる腕の方が判定が広い傾向にある気がします。そしてこのデンプシーは振り始めよりも振り終わりの方が判定が広いと思います。なので安定して居合を取りたい場合は腕の振る方向に向かって居合をするのがいいと思っています。なので居合のコツをまとめると1回目3回目5回目などの奇数回目のデンプシーを狙って腕を振り払う方向を狙って居合をすると居合の判定をもらいやすいかなと思います。ただしもちろん偶数回目にも判定があるのでこればかりは何回もやって感覚をつかむのが大事かなと思います。そしてこの後は必ず威嚇が入るので兜割りのチャンスになります。このようにダイレクトに飛翔蹴りを当てられると次の行動を余裕を持って待ち構えられると思います。ただし距離感に慣れるまでは少し難しいと思います。
安定を取りたい場合はデンプシーの後に回避を加えて落ち着いて腕や横っ腹で飛んで頭に兜を当てるのがいいと思います。もし居合をした時点で赤ゲージが溜まっていない場合は、居合の後にそのまま ZR 入力で基準切り大回転に派生すると2ゲージ分回収できて美味しいです。次は怒り以降のモーションです。毛を金色にした後に立ち上がって威嚇してきます。毛を金色にした後に少し遅らせて兜を打つと下ろしてきた顔に兜を当てやすいです。またこれは難しいですが、少し早く飛んであえて X を押さないことで兜を遅延させて当てるのもできます。そしてもし怒るタイミングが分かるまで慣れてきたら、怒りのバックステップを読むことで少し早めに兜を当てることができます。タイミングを合わせて横っ腹か後ろ足を蹴ることでバックステップ後の頭をきれいに捉えることができます。怒りのモーションをキャンセルできるので、もし慣れてきたら狙ってみると時間短縮になると思います。次は投機効果方向です。上体を起こして立ち上がるのが分かりやすいモーションで、この後は尻尾が弱点になります。見切り切りや居合抜刀基準切り、そして水月などのカウンターを使って尻尾を狙ってあげるのがいいと思います。水月の場合はそれを当てるだけで投機効果解除のダウンが早くなるので、位置をうまく調整して当てられると美味しいです。ただし黄色ゲージで迎えるケースが多いと思うので、基本的には居合バットを狙います。この方向への居合はかなりタイミングが甘いので、何回かやってタイミングを覚えるのがいいと思います。個人的にはタイミングよりも立ち位置が大事だと思っていて、ラージャンの右側で特殊ノートをすると居合バットを当てやすいです。左側だと後ろ足に詰まることが多いです。投機効果は怒ってから一定時間でやってくるので、デンプシーや高速攻撃などの長い攻撃の後は投機効果方向を警戒して右側で立ち回るのがいいと思います。次はアスカ文化アタックです。空中に飛び上がってから回転して攻撃を仕掛けてきます。この攻撃には2パターンあり、飛び上がって画面外に消えるものはハンターの後ろに着地します。一方でギリギリ尻尾が映るくらい低く飛んでいる場合はハンターの目の前に着地して攻撃してきます。この攻撃に対して居合を取るのはかなり難しいですが、低く飛んでハンターの目の前に着地する場合はかなり早めの居合で居合を当てることができます。ただし高く飛んでハンターより手前に着地する場合は前方向に居合をしても微塵も当たりません。もしこの攻撃に居合を狙いたい場合は低く飛んだのを確認してから居合をするのがおすすめです。ただし個人的にはこの攻撃に居合を合わせることはあまりしていません。理由としては単純に居合を当てるのがシビアなことと、この後確定で派生する攻撃に居合を合わせれば十分かなと思ってるからです。それでは最初に怒り中の派生について説明します。投機効果をしていない怒り状態の時は必ずつかみ攻撃に派生してきます。この攻撃の後は確定で威嚇なので兜割りのチャンスです。ここで最後の兜割りをきれいに当てるコツとして、つかみ攻撃を斜め後ろや後ろ方向に向かって居合をすることです。これによって頭や腕で飛べてきれいに頭に兜割りを当てることができます。ここの居合と兜を安定して頭に当てるのができなかったので、自分は安定性を重視してあまりアスカ文化に居合を取ろうとはしていません。つかみ攻撃の距離感さえ覚えればかなり高確率で居合と兜を弱点の頭に当てることができるので、最初はこっちを練習するのがいいのかなと思っています。次は投機効果中のアスカ文化アタックからの派生です。投機効果中は必ずこの後にビームに派生します。ビームの後はもちろん兜割りのチャンスです。この場合も基本的にはアスカ文化アタックに居合は狙わず、着地したラージャンに近づいて基準切りから特殊ノート、そしてビームに対して居合を合わせてから兜割りを当てる流れを意識しています。基準切りにしている理由は連気ゲージがある時の基準切りは弾かれないからです。もし突きとかを使った場合、頭の位置に慣れてないと腕で弾かれてしまいます。そしてもし投機効果中のアスカ文化に居合を狙いたい場合は、後ろに向かって居合をすることができればそのままビームに対して居合を当てられる距離に行けます。なので投機効果中の場合も慣れないうちはアスカ文化に居合を狙わず、ビームに対して居合から兜を狙うのが安定すると思います。次は投機効果中限定の大ジャンプ攻撃です。この攻撃の後は威嚇が入るので兜割りのチャンスです。2足で立ち上がって腕を赤く光らせる分かりやすい予備動作をしています。この予備動作から攻撃までかなり遅いので、タイミングに慣れて落ち着いて居合を狙うのが安定します。居合はラージャンが着地するよりも少し早いタイミングで右方向に抜けると頭に当てやすいです。
この後はお腹に飛翔蹴りを当てると頭に兜が当てやすく、後ろ足を蹴ると尻尾に兜が当てやすいです。状況に応じて狙う方を変えるのがいいと思います。次は素早い引っかき攻撃です。片手を素早く上げるのが予備動作です。この予備動作を見てすぐ居合を押すと安定して居合が取れると思います。もし余裕ができてきたら少し遅らせて居合をすると尻尾を狙いやすいです。最後はケルビステップです。怒り中の大バックステップの後に確定でやってきます。このケルビステップの後に後ろにいたらその後にバックステップをやってきます。この攻撃は見た目より少し前に判定があると思って居合を取るといいと思います。このテイクではラージャンの着地と同時に刃が当たるくらいのタイミングで居合を打って成功しています。自分の中では体半分前にあるくらいのつもりで居合を取るのが安定しています。大バックステップの後に必ずやってくるんですが、後ろが壁の場合だと大バックステップに見えないので注意が必要です。これは経験と慣れで判断するしかないと思います。最後までご視聴ありがとうございました。かなり長くなってしまいましたが、少しでもお役に立つことがあれば幸いです。これからもモンスターのモーション解説や太刀の立ち回り方、プレイ動画などを上げていこうと思っています。もし興味があれば次も見ていただけたら嬉しいです。それでは本当に最後までご視聴ありがとうございました。